ポエニ戦争ざまと戦後秩序。なぜローマは地中海の覇者になれたのか。序章。ハンニバルが去れば、それで終わりではなかった。第二次トエニ戦争を、ハンニバルのアルプス越えから、カンナエまでの物語として見ると、どうしても印象の中心は、イタリアに残ります。けれど、戦争の本当の決着は、イタリアではなくアフリカでつきました。ローマは、ハンニバルの猛攻を耐え切っただけでは勝てなかった。耐えた後に、戦争の舞台そのものを変えたから勝てたのです。スペインでカルタゴ勢力を大きく崩したスキピオは、前204年にアフリカへ上陸し、そこからカルタゴ本国に直接圧力をかけました。第3部で見るべきなのは、ローマがどうやって主導権を奪い返したのか、そしてその勝利がなぜ単なる一回戦の勝利ではなく、地中海の秩序そのものの転換だったのか、という点です。第1章、スキピオはハンニバルを倒すのではなく、ハンニバルを動かそうとした。スキピオの凄さは、ハンニバルに正面から張り合わなかったことです。ハンニバルはイタリアに居座り、ローマ同盟を内側から崩そうとしました。ならばローマはイタリアで彼を追い回すのではなく、カルタゴ本国を危機にして彼をイタリアから引き剥がせばいい。発想としては単純ですが、実際にやるのは危険でした。元老院には慎重論もありましたが、スキピオはシチリアを足場に準備を進め、ついにアフリカ侵攻を実行します。ここで戦争は、ハンニバルがローマを苦しめる戦争から、ローマがカルタゴに決着を迫る戦争へと変質しました。第2章、アフリカ上陸は、華々しい反撃というより、かなり危ない賭けだった。ただし、アフリカに渡った瞬間から、ローマが有利だったわけではありません。スキピオは、ウティカ近辺に足場を築いたものの、カルタゴ軍とカルタゴ側についたヌミディア王シュファクスの連合軍に圧迫されました。つまり、ローマは遠征した先で敵本土の軍と対峙し、しかも騎兵に強い北アフリカ勢力まで相手にしなければならなかったのです。ここが大事です。ローマは最後には勝つ国に見えますが、その勝利は毎回かなり危うい橋を渡った先にあります。アフリカ侵攻もそうでした。失敗すればイタリアでハンニバルを抱えたまま遠征軍まで失うことになりかねなかったのです。第3章、スキピオはザマの前に夜の火で敵軍を消していた。アフリカ戦役で劣勢気味だったスキピオは冬の間に敵情を探り、カルタゴ軍とシュファクス軍の野営地の構造を調べ上げました。そして野襲と放火を組み合わせ、敵の野営地そのものを炎上させて壊滅的打撃を与えます。ブリタニカもスキピオがシュファクスの陣を焼き、連合軍が剣または火によって全滅的損害を受けたと要約しています。つまりスキピオはザマで急に完成した名称ではありません。すでにその前から敵の軍そのものを夜のうちに消すような冷酷で精密な戦争の仕方を身につけていたのです。第2部で見たハンニバルの奇襲や罠に対し、ローマ側もついに同じ水準の機動的な戦争を覚え始めていた。ここが面白いところです。第4章、マシニッサを味方につけた時点で勝敗は半分決まっていた。ザマを語るとき、どうしてもスキピオとハンニバルの2人に目が行きます。けれど実際にはもう一人決定的な人物がいます。ヌミディアのマシニッサです。彼は当初カルタゴ側と関わりながらも、最終的にはローマ側へつき、アフリカ戦線で重要な役割を果たしました。ブリタニカでも彼はスキピオのアフリカ遠征に合流し、大平原の勝利やザマでの勝利に深く関わったと整理されています。なぜ重要か、北アフリカでは騎兵が圧倒的にものを言うからです。ザマでもスキピオ側はおよそ6100騎を持ち、騎兵戦力でカルタゴ側を上回っていました。つまりスキピオはローマ軍だけで勝ったのではなく、アフリカの政治地図を動かし、カルタゴの外側にいた有力勢力を自軍の勝利条件に組み込んだのです。第5章、ソフォニスバの独敗はローマの勝利がもう始まっていたことを示している。ここでアフリカ戦役の空気をよく示す有名な相話があります。シュファクスが敗れた後、マシニッサはシュファクスの妻ソフォニスバを自分の側へ取り込みます。ところがローマ側は彼女をそのままにはしておきませんでした。ブリタニカや大英博物館の解説では、スキピオが彼女をローマへ捕虜として送るよう求め、マシニッサはそれを避けるために毒を渡し、ソフォニスバはそれを飲んだとされています。
美談のように語られることもありますが、本質はもっと冷たい。ローマの同盟とは情で守られるものではなく、勝者の秩序に従うことでした。マシニッサがローマ側へ立つとは、こういう世界へ入ることだったのです。ここではもう戦争の勝敗だけでなく、誰が他者の運命を決める側に回っているかがはっきり見えています。第6章、大平原の勝利でカルタゴはまだ戦える国からハンニバルを呼び戻すしかない国になった。野襲の後も戦争は続きます。スキピオはさらに大平原の戦いでカルタゴ軍とヌミディア勢力を破り、シュファクスは最終的に捕らえられました。マシニッサは福井し、ローマ側の同盟はより強固になります。ここが重要です。カルタゴはこの時点でまだ形式上は戦争を続けていましたが、実質的には最後の切り札しか残っていませんでした。それがハンニバル将官です。つまりハンニバルは余裕を持って最後の決戦に臨むために呼ばれたのではありません。本国が崩れかけたので、もうそれしか手がない状態で戻されたのです。第2部で見たように、彼はイタリアで負けていなかった。けれど戦争全体の主導権はすでにスキピオ側へ移っていました。第7章、ザマの前にハンニバルとスキピオは直接会っていた。ザマの前にハンニバルとスキピオは直接会見したと伝えられています。ブリタニカによれば、ハンニバルは戦場の条件が自分に不利だと見て、より寛大な講和を探った可能性があり、スキピオはカルタゴが休戦を破った以上、その代償を払うべきだとして受けませんでした。古代世界の二大名将が最終決戦の直前に顔を合わせていた。しかもこの会見は単なるロマンではありません。両者ともここまで来れば戦場での一撃だけでなく、講和条件こそが国家の未来を決めると知っていた。だからこそあったし、だからこそまとまらなかったのです。ここではもう名将同士の勝負というより、2つの国家がどんな終わり方を許せるのかが争われていました。第8章、ザマの戦い。ハンニバルはまだ一流だったが、条件はもうスキピオに傾いていた。前202年、ついにザマで両軍はぶつかります。ここで大事なのは、ハンニバルが急に無能になったのではないということです。彼はなお一流の将軍でした。けれど条件はもう第2部の頃とは全く違っていました。ブリタニカによれば、ハンニバルは十分な騎兵や訓練された戦争を持てず、軍の一部は新兵でかつてイタリアで用いたような鋭い作戦をそのまま再現できる状態ではありませんでした。一方のスキピオはよく訓練された歩兵とマシニッサの騎兵支援を備え、決戦の場所も時期も自分に有利な形で選んでいました。つまりザマトは単純な天才対天才ではありません。一方はなお名将だが条件が悪く、一方は条件そのものを整えた上で決戦に持ち込んだ戦いでした。第9章、ザマで勝敗を分けたのは歩兵だけではなく騎兵と準備だった。ザマの流れを分かりやすく言えば、ハンニバルは戦争でローマ軍を乱し、歩兵参戦で粘り、最後は精鋭古参兵で決める構想でした。これに対してスキピオは戦争に対して隊列に通路を設け、正面から受け止めるのではなく受け流します。そして歩兵が持ちこたえる間に優勢なローマヌミディア騎兵が戦場の外へ出て、最後に戻ってカルタゴ軍の背後を突きました。ブリタニカは最終決定打となったのはこの騎兵の帰還であり、その決着は艦内を思わせる方位的な形だったと整理しています。ここがとても美しい。第2部ではハンニバルが騎兵でローマ軍の背後を閉じました。そして第3部の最後では今度はローマ側が騎兵でハンニバル軍の背後を閉じる。つまりローマはハンニバルに耐えただけではない、ハンニバル級の戦争を学び、それを自分のものにしたのです。第10章、ザマの敗北はカルタゴの一敗ではなく国家としての自由の終わりだった。ザマの結果は単なる開戦の敗北以上の意味を持ちました。ブリタニカによれば、カルタゴはスペインと地中海の残余領土を失い、艦隊を引き渡し、50年にわたって1万タラントンの賠償金を支払うことになり、さらにローマの許可なく戦争を行えなくなります。ここが重要です。ローマはこの時点でカルタゴを今は負けた敵にしておくつもりはありませんでした。二度とローマと対等な戦争を仕掛けられない構造にまで弱らせることを選んだのです。第一次ポエニ戦争後、
カルタゴはスペインで立て直せました。だが、ザマゴの講和は、その立て直しの余地そのものを大きく狭めました。ローマはここで初めて、勝つ側から戦後秩序を設計する側へ回ったのです。第11章。それでもカルタゴはすぐには死ななかった。ザマの後、カルタゴはただ灰になったわけではありません。ハンニバル自身も敗軍の英雄として消えたのではなく、後にカルタゴの政務を担い、行政や財政の改革に関わりました。ブリタニカはカルタゴが戦後にかなり回復し、前191年には残りの賠償金を前倒しで返済したいと申し出たほどだと述べています。これはかなり重要です。ザマの敗北は決定的でしたが、カルタゴはなお再生能力を持っていた。だからこそ、ローマは後に第三次トエニ戦争でもう完全に処理する方向へ進んでいきます。つまり、ザマはカルタゴの即死ではなく、ローマがカルタゴを従属国家として管理し始めた出発点でもあったのです。第12章。では、なぜローマは地中海の覇者になれたのか？ローマが覇者になれたのは、最初から最強だったからではありません。海軍では素人で、ハンニバルには何度も叩きのめされ、国家そのものが壊れかけたことさえありました。それでもローマは、負けるたびに戦い方を変え、敵の強みを学び、同盟を維持し、最後は戦争の条件そのものを自分に有利に作り変えた。ブリタニカも、第二次トエニ戦争の最終的なローマ勝利を、カルタゴの攻撃法の欠陥というより、ローマの不屈の意志とイタリア同盟の結束によって説明しています。つまり、ローマの強さは兵の勇猛さだけではありません。制度、同盟、学習能力、持久力、そして戦後秩序まで組み立てる政治力でした。ザマはその総合力が一つの勝利に結実した瞬間だったのです。終章。ポエニ戦争とは、ローマが世界国家になるまでの物語だった。第1部で見たのは、ローマが海へ出る戦争でした。第2部で見たのは、ローマがハンニバルに壊されかけながらも倒れなかった戦争でした。そして、第3部で見たのは、ローマがついに戦争の舞台を自分で動かし、敵国の未来まで縛る形で勝ち切った戦争です。この3つを通して見えるのは、ローマが最初から完成された覇者だったのではなく、失敗と敗北を通じて覇者になっていったという流れです。ザマはその完成点でした。ハンニバルという古代最強級の敵を相手に、ローマはただ生き残ったのではない。最後には自分たちの方が長く深く戦争を運営できる国家だと証明したのです。だからポエニ戦争とは、ローマとカルタゴの死闘である以上に、ローマが地中海世界の中心へ変わっていく過程そのものだったのです。チャンネル登録、高評価お願いします。